そうですね、さっき角川先生に紹介いただいたっていうか、話いただいたのが、この研究ですね。ちょっと待ってください。スクショしたのを貼ったんですけど、これ。見えてますかね、今。このクロールのバタ足、速くなる効果なし、むしろ水の抵抗増っていうのが、これを教えてくれたのは、今日もここに参加している金子正樹くんです。金子正樹くんは、これって本当なんですかって言って僕に送ってきてくれました。でこれを見たとき僕はすごいショックを受けたんですけど、こんなこと言ってないし、ショックを受けたっていうのを覚えてます。で、今、角川先生がおっしゃったことは僕も同じような考えで、キックは抵抗にもなるけど、推進力にもなる。そしてその貢献度っていうのが、あと、ですね、前回の、この配信時に言った、体を浮かせる効果だったりとか、バランスを整える効果、それもあるんですけど、そういういろんな役割、体を浮かしたりとか、推進力になったりとか、抵抗力の推進力になったりとか、そういうのはまた速度によって変わるし、その人の腕の書き方によっても変わるし、一概にない、キックが強い選手とかもいるので、キックが強い選手じゃ何なのって言ったらまたいろんなタイプがある。だから、でもそういうのを総合して考えても、キックは抵抗力にもなってるけど、でも推進力にもなっている。そしてキックを打たずに泳ぐっていうことは、厳しいだろう。前回の武田選手も2ビートあるキックは打っている。じゃあキックを全く打たないゼロビート、本当プールを足に挟んでゴム縛ったら全く動かさないで泳げるかっていうと、おそらく泳げないだろうし、これからもなかなかそういう選手はどうなんですかね、出てくるのかなっていうのが僕自身思ってます。なんで、キックっていうものは、6回打つのか2回打つのかっていうのは、これからもいろいろ議論、距離によっても違いますし、人の泳ぎ方によって変わるんですけど、でもキックっていうものをやっぱクロールの中でしっかり大きな位置づけとしてみんなで考えていく必要がある。キックっていうのはしっかり考えなければならない大事な技術だというふうに僕は思ってます。以上です。はい。じゃあ角川先生、今も2ビートクロールと6ビートクロールの話がちょっと出たので、ちょっと研究の話もしてもらえませんか。はい。まず成田先生、成田君の研究としては、一つしっかり認識しておかなきゃいけないのは、前線に働く抵抗力を測っているっていうことです。で、キックの話になってしまうんですけど、計測しているものは全身に働いている抵抗力。で、本当であれば、片足でどれだけ抵抗力が生じるのかとか、片足でどれだけ推進力が発生させられているかっていうのをしっかり計測できればいいんですけど、今の測定方法、測定技術では、まだバタ足の推進力をしっかり計測するっていうことが難しい状況になっています。なので、成田先生は全身に働く抵抗力が、バタ足のことを少し考察されたっていうところです。で、私の研究は先ほどちょっと説明したんですけど、手に圧力センサーを貼り付けて、モーションキャプチャーと一緒に実験をすると、手で発揮している推進力がわかるので、キック、バタ足を2ビートで泳いだ場合と6ビートで泳いだ場合で、その手の推進力がどう変わるかっていうのを研究してみました。ちょっとスライドを共有したいと思います。この研究では、6人が参加したんですけど、1人に20回泳いでもらいました。2ビートキックで10回、6ビートキックで10回の計20回泳いでもらいました。で、10回の中でレース速度はすごい遅いところ、秒速 0.8 メートルくらいから全力、1.5 メートルか 1.6
6メートル、1.7メートルぐらいの泳速度になるまで、だんだん泳速度を上げながら10回泳いでもらいました。で、その時の手の推進力を比較してみると、この図がちょっと分かりにくいかもしれないんですが、横軸が速度、泳ぐスピードになっていて、縦軸が手で発揮した推進力の平均値になっています。で、点線の方は、点線の白い四角の方が6ビートキック。で、実線の黒い丸の方が2ビートキックの推進力になっています。で、これで2ビートと6ビートを比較してみると、この線と線、点線と実線に少し差があって、6ビートキックの方が少し値が低くなっているっていうのが、なので、同じスピードで泳いでいるときに、手の推進力を比較すると、2ビートよりも6ビートキックの方が、手の推進力が小さくて済んでいる。だけど、成田先生の研究で6ビートキックをすると、6ビートキックというかバタ足をすると、抵抗力が増えるっていう研究結果が出ているので、本来であれば6ビートのキックの方が、推進力が全身で発揮している推進力が大きくなっているはずなんですけど、そうじゃなくて、6ビートキックの時の手の推進力の方が低くなっているので、これはキックが推進力を発揮しているっていう証拠になるんじゃないかっていうので、この論文は書かせていただきました。なので、この点線と実線の差分が、キックの貢献度というふうに考えればいいかなというふうに思っています。で、被験者によってはこういう被験者 E のように全然その差がなくて、キック2ビートでも6ビートでもあんまりその効果が変わらないっていうような A 者もいたので、それはスキルレベルにかなりよるものだとは思うんですが、こういう結果になりました。同じ速度で泳いでいても、6ビートの方が手で発揮している推進力が小さい。そうですね。はい。で、さっき、じゃあ角川先生がキックない方が、キックあった方が抵抗力が大きくなるって言ったやつの、僕がその話題になったやつで発表した論文の結果をちょっと出しますけど、これ、今共有している画面が、このグラフの左側に書いてあるのがキックあり、右側がキックなしになります。で、これは 1.3 メートル毎秒でクロールを泳いだ時になります。で、キックありは6ビートキックで泳いでもらいました。で、キックなしの方はプル V を使用して泳いでもらいました。プル V と、あと足にチューブつけて、もう本当キック打てない状況にして泳いでもらいました。プル V とチューブ利用。で、その時に、この研究では 1.1 メートル、それ 1.3 よりも低い 1.1 メートルと、で、あとこの 1.3 メートル毎秒でそれぞれ測ったんですけど、1.1 メートル毎秒は、なんかほぼ変わんないって、なんかすごいどっちかがちっちゃくなったり、どっちかが大きくなったりする人もいないし、なんか大体似てるような感じだったんですけど、この 1.3 メートル毎秒の少し速度が高くなった時っていうのは、7名中6名で、キックありよりもキックなしの抵抗力が小さくなりました。ただ一方で1人だけキックありのよりもキックなしの抵抗力が大きくなったという例者がいました。なのでこれから分かることは、人によって違うっていうことと、あと 1.1 メートル毎秒、1.3 メートル毎秒で違うっていうことは、泳速度によってもその抵抗力が、抵抗力になるのか、それともなんか推進力、むしろなんかキックがないともっともっと抵抗力が大きくなってしまう泳ぎになるのかっていうところは、これからもっと動作見たりしてやっていかなければならないというふうに思ってます。はい、以上です。